ドジャースがオリオールズに3対2で敗れて試合が終了した直後、ビジターチームの選手たちの一団が、ダグアウトへ引き上げる代わりに、フィールド上でまっすぐ大谷翔平の元へ向かっていった。激しい競争の空気が、ふと静まり返る。この日は、大谷が男の子の誕生から24時間も経たないうちにスタメンへ復帰し、9回には衝撃的なソロホームランを放った日でもあった。それにもかかわらず、オリオールズの選手たちが彼を囲み、距離の近い、どこか親しみのある空気が生まれていたその様子は、試合後の形式的な握手というより、まるで個人的な対面の場のように見えた。では、つい先ほどまで大谷と激しく対峙していた彼らが自ら歩み寄った理由は何だったのか。そして彼らは、そのわずかな数分間を、通常の儀礼とは全く異なる特別な瞬間へとどう変えたのだろうか。フィールド上の人の流れが散り始めた時、大谷の周囲に思いがけない空白が生まれた。そしてその静けさが、試合後の台本にはない振る舞いへの道を開いた。オリオールズ側から最初に歩み寄ったのはトレバー・ロジャースだった。緊迫したイニングを投げ終えたばかりの先発投手は帽子を取り、一歩近づいて手を差し出す。そして微笑みながら率直にこう言った。おめでとう、翔平。今日のホームランじゃない。赤ちゃんのことだ。大谷はわずかに動きを止めた。目がはじめ瞬大きく開き、会話の焦点が試合から離れたことにすぐには反応しきれない様子だった。そして握手を返し、かすかな笑みとともに短く答える。ありがとう。そのことを知っているとは思わなかった。ロジャースは、その場の空気の流れをふっと緩める一言で応じた。リーグ中が知ってるよ。あなたのような人がもう一度父親になるなんて、それはドジャースだけの話じゃない。ロジャースの言い方は、その祝福をチームの枠を超えた承認へと変えていた。その直後、キトレッジも近づいてくる。9回にあの衝撃的なホームランを浴びた投手は大谷を見て、まだ自分の投球を惜しむように笑いながら言った。正直言って、あのシンカーは悪くなかったと思うんだ。大谷は少し照れたように笑う。確かに悪くなかったですね。キトレッジは首を振り、口調を変える。でも、あなたはそれをスタンドまで運んだ。正直に言うと、もし誰かにホームランを打たれるなら、父親として戻ってきたその日に、あなたでよかったと思ってる。その言葉は冗談のようでありながら、明確な敬意を含んでいた。キトレッジは軽く彼の肩を叩き、皿に祝福を添える。家族におめでとうを、奥さんにもよろしく伝えてくれ。大谷は胸に手を当て、声を少し落としていった。必ず伝えます。ありがとうございます。次にウォードが歩み寄る。彼のアプローチはよりシンプルだった。多くは語らず大谷と握手し、やりとりの流れが途切れないようにつなぐ。野球は大きな仕事だ。でも今日は、あなたの家族の方がもっと大きい。おめでとう。大谷は微笑む。今日はそれをこれまで以上にはっきり理解しました。カノがそのそばから一歩近づく。試合を締めくくったクローザーはまっすぐに大谷を見つめ、誠実な表情で言った。一日休んで戻ってきて、すぐホームラン。でも一番すごいのは、その始めだじゃない。大谷が彼を見る。カノは続ける。すごいのは、新しい理由を持ってフィールドに戻ってきたことだ。その言葉に、大谷ははっきりと始め旬言葉を失った。答えがわからないのではなく、心の中にあるものを正確に突かれたからだ。周囲を見渡すと、ロジャース、キトレッジ、ウォード、カノ、そして他のオリオールズの選手たちが、自然と距離の近い円を描くように立っていた。押し合うことも急ぐこともなく、彼を中心に穏やかな円ができていた。大谷は胸に手を当ててうなずき、ゆっくりと答えた。今日はただ野球をしに戻ってきたつもりでした。一人一人を見つめ、優しい笑みを浮かべる。でも皆さんのおかげで、父親として戻ってきたんだと気づかされました。家族を祝ってくれてありがとうございます。その場の空気は完全に和らいだ。立ち去る前に、キトレッジが大谷を指さして冗談めかして言う。次に息子を祝ってホームランを打つなら、お願いだから僕のシンカーはやめてくれ。一同が笑いに包まれる。大谷も笑い、表情はさらに和らいでいた。そして半分冗談、半分本気でこう返す。覚えておきます。でもフィールドでは約束は難しいですね。両チームの間に笑い声が広がり、
先ほどまでの競争の空気を完全に和らげた。オリオールズの選手たちが大谷を囲むその輪、握手や肩を叩く仕草、そして笑顔の光景は、ドジャースタジアムのフィールドで捉えられ、そのまま一気に広まっていった。試合後のミックスゾーンで、ムーキー・ベッツはフレディ・フリーマンの隣に立ち、遠くから見ていた光景をこう振り返った。試合が終わった瞬間、僕はダグアウトの階段のところに立っていた。最初はただ荷物を片付けるつもりだったんだけど、顔を上げたら、オレンジのユニフォームの一団が翔平にまっすぐ向かっていくのが見えたんだ。正直に言って、あの光景はすぐ目に飛び込んできた。これまで知っているどんな試合後の儀礼とも違っていたからね。相手にホームランを打った選手が、相手チームに囲まれて祝福されるなんて、普通はない。ベッツは特に印象に残った細部を強調する。普通は試合が終わればそれぞれの道に散るか、せいぜい軽くうなずいてダグアウトへ引き上げるくらい。でもあの時は、誰も急いでいなかった。距離感も不自然なくらい近くて、まるで友達同士が集まって個人的な話をしているみたいだった。9イニング戦い抜いた2つのチームには見えなかったよ。トレバー・ロジャースが最初に出てきて、その後にキトレッジ、カノ、翔平はというと、自分でも予想していなかったことが起きているような笑顔だった。最初は少し驚いた表情で、それがだんだん自然にほぐれていった。それを受けて、フリーマンは自身の競争感について語る。そうだね。野球では、相手へのリスペクトは試合の中にだけ存在するものだと思っていた。つまり、相手の投球を尊重し、向こうは僕たちのスイングを認める。でもそれは普通、白線の内側で完結するものなんだ。この瞬間は、その境界を本当に広げた。彼らは9回の始め打について話しに来たんじゃない。もっと個人的な理由で来ていた。ベッツは、かすかに聞き取れた言葉と仕草を思い出す。球場はかなり騒がしかったけど、誰かが家族のことに触れているのは聞こえた。そして翔平の反応が、僕をその場に釘付けにした。腕を振り上げて喜ぶわけでもなく、大声で笑うわけでもない。ただ胸に手を当てて、軽くうなずいただけ。その小さなリアクションだけで、あの時間が彼にとってどれだけ意味のあるものだったかが伝わってきた。あれが翔平なんだ。嫌おうとしても難しいよ。フリーマンは最後に、チームメイトについてこう締めくくった。偉大な選手を定義するなら、普通は数字で測るものだ。でも僕にとっては、ああいう瞬間、相手が自ら歩み寄り、勝敗の悔しさを脇に置いて、個人的な人生を祝ってくれる瞬間も基準に入るべきだと思う。彼は観客を引きつけるだけじゃない。別のユニフォームを着た相手からさえ、思いやりを引き出すんだ。その直後の記者会見で、フィールド上の円陣の光景について質問を受けたデーブ・ロバーツ監督はこう語った。ダグアウトからその一部始終を見ていた。正直に言うと、監督としての本能では選手たちのところへ出て行きたくなるものだけど、あの時はその場に留まると決めた。私は一歩も踏み込まなかった。あれは一つの試合の範囲を超えていたからだ。翔平と向こう側の仲間たちのための空間だった。今朝、彼の赤ちゃんにどんなプレゼントを買うべきか冗談を言ったばかりだけど、さっきオリオールズの選手たちがフィールドで送ったものこそ、最も特別な贈り物だったと思う。彼はこの出来事をリーグ全体の文脈において続ける。MLB ではスケジュールが非常に過酷だ。常に対戦し続け、結果へのプレッシャーが誰の肩にも重くのしかかる。試合後に、結果やプレーと関係のないことを話すために相手が自発的に時間を取るなんて、ほとんどない。普通はすぐクラブハウスに戻って、アイシングをして休み、次の試合のことを考える。彼らがああして円になって残っていた光景は、本当に珍しいものだった。指揮官はさらに、そのタイミングについて分析する。私が考えさせられたのは、祝福の言葉そのものではない。父親になる人を祝うのは普通のことだ。注目すべきはそのタイミングだ。彼らはついさっきまで直接対戦していた。勝敗の感情がまだ色濃く残っている。翔平は9回に彼らから強烈なホームランを放ち、我々は接戦で敗れた。その緊張感がまだ芝生の上に漂っている瞬間に、彼らはユニフォームを脇に置き、一人の大人として歩み寄ることを選んだ。最後に、教え子についてより広い視点で締めくくった。スポーツには、
一振りや一球で試合の流れを変える選手がいる。それは毎日のように目にすることだ。でも、人々の試合の見方を変え、相手の振る舞いそのものを変える選手もいる。そして翔平は、この瞬間、後者の側にいる。彼は今日の試合を、冷たいスコアボードではなく、とても人間的なつながりで締めくくったんだ。